in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。シャワールームね、マルチルームなんですけど、だいたいできてきました。また、これはね、仮付けなんで、付け直すんですけど、高さがね、パイプが足りなくて、この高さぐらいまで上げたいんですけどね、まだその部品がないので、こんな状態なんですけど、でですね、扉。この前ね、扉パッキンつけてやってみたんですけど、この辺りから上、この辺りがね、ちょっとね、閉まりにくいんですよ。パッキンがね、だいぶ出っ張っちゃってるんですね。どうもね、やっぱり下はね、逆に隙間が空いちゃうぐらい空いてるんですが、こっから上やね、きつくてですね、閉まりづらいので、ここをね、削り直したいと思います。それではね、ちょっと扉外したいと思います。はい。やっぱりこっち側、こっちは隙間が結構あるけど、こっちがね、きついんですよ。ここはちょっと隙間がありすぎぐらい。こっちに行くほど狭くなってる。こっちはだいたい合うてるんですけどね。削らなしゃあないっすね。奥の方に入っておいてもらいましょう、ここのね。そしたら、ノコを、これ下向きにせんと入らへんな。3ミリしかないわな。4ミリ削らなあかんのか。そしたらこれでね、切っていきましょうか。これで裏だけ切れるはず。これでね、だいぶうまいこといったんじゃないでしょうかね。ここね、ここを切りました。削りました。で、この隙間がね、均一になるようにしました。さあ、ここね、また防水処理ダメですね。これね、防水処理を施したいと思います。こっち向きにしようか。火が当たる方でね、やりましょう。もうほんまにね、測ってやったのにこんなことになっちゃうという。これカツカツでしたね、ネジの頭が。さて、そしたらニスやね。そしたらね、これでいきましょう。これね、両面テープで貼れるんですよね。最初シールがね、上にだいぶはみ出すのでね、不格好だからネジ止めしようかと思ったんですけど、上にはみ出してる部分をカットしてもね、十分強力なんでね、シールでいくことにしました。それでね、あと下がね、パイプが短いので、これの延長パイプをね、作りたいと思います。はい、そして、これね、シャワーのフック。ぴったりやね。この辺、手洗うのにね、ちょっと上、この辺かな。この辺ですかね。よし。これでね、吸盤と粘着でくっつくようになってます。パイプがないとちょっと今、水出すわけにいかないんですけど。こういう感じでね。大丈夫っしょ。取れへんでしょ。ここは、この前、3日ぐらい前からね、圧かけっぱなしで取ってたんですけど、水漏れ一切なしですね。大丈夫ですね。そしたら、ここ、上のキャップを
しておきましょうか。そしたらあそこの下ね、パイプちょっと短いんで、買いに行ってきましょうか。何センチ足りひんのかなねえ、あんなパイプなんかあったらいいんですけどね。めっちゃ探したんですけど、ないんですよね。65ミリ。65ミリ足りひんということは、ジョイントも入らへんのかな？入るんか。あ、ちょっと買ってきましょう。めんどくせえな、ホームセンター行くの。扉のニスが乾いたのでね、扉を戻していきたいと思います。このパッキンとかをね、戻していってます。ここがね、出っ張りすぎ。ここがね、出っ張っとると当たっちゃったりするんでね。よいしょ。そして、これね、戻していきます。そうか、こっち戻そうと思ったら、扉を戻してからじゃないとつけられへんのか。そうか。じゃあ、貼れるとこだけ貼って持っていくか。こっち側。蝶つがいがつかんとつけれないんですけど、こっちはちょっと内側目でも大丈夫。内側じゃない、外側目でも大丈夫。ここね、ここをちょっと、こっちが下側短くしときましょう。これも戻しとかなあかんね。そしたらコーキング。こういう水の入る恐れがない場合は上下左右。そしてこんなロックみたいな水が入る可能性があるものは上と左右だけコーキングします。この縁をちょっと削っとかなあかんな。その角はさっき切り直したところですね。アルミ複合板は結構角が立ってたりするので、これはマルチルームの扉なんでね、シャワー浴びたりして体や手が濡れてる時にここに触ってしまったら手を切ってしまいそうな感じなので、角を落としときますね。ゴミ飛ばしとこう。で、ここやね。これで大丈夫かな？そしたら、コーキングがつくかもしれへんから、乾かしとこうか。はい。パイプを買いに行こうと思ったんですけど、時間ないしね。こんなパイプがあったんで、これが下に埋まってるのと同じサイズのパイプなんですね。ちょっと歪んでるから切り直し。だいたいまっすぐ切れたかな。10センチぐらい。はい。だいたい切れましたね。そして、これの継手ですね。これでなんとかいかれへんかなと思ってます。これまずちょっと削りましょうか。ちょっと緩い？大丈夫？いけそうやね。はい。こんなもんで。うわ、中来たね。中洗ってきました。はい。これで、こっちも汚いな。はい。こっちも中洗ってきました。これをね、くっつける接着剤が、青いのがあったかな。あった。青のありました。なんか青のやったら、これ両方普通のグレーのやつもいけるという風に聞いてるので、多分いけるんじゃないかな。いけてほしいな。というとこですね。たっぷり塗っときましょう。ちょっと緩いかもしれへんからね。これでいけるかな。これぐらいやったら大丈夫かな。で、どうかな。そしたらちょっと置いときましょう。そしたらね、さっき作ったパイプね。これ、はめてみようかな。で、これね、これでどう？これで大丈夫か？ OK やね。こんな感じでパイプ刺さりました。そしたら、でね、こっちがコールド。で、歯磨いたりね、手洗ったり、ここで、これがシャワーね。こんな感じですね。あとはね、ここは扉を戻しましょうか。
はい、そして扉を戻していきましょう。で、ドアとりあえずぶら下がりましたね。これでどうでしょう。閉まりましたね。そう。内側のね、パッキンがまた貼ろうと思ってるんですね。この前貼って落ちちゃったですね。貼る方法をまた考えてるんで、ちょっとこうパッキンが押してくる。この縁ね。パッキン。それで、扉側にもパッキンがついて、上もね、こっちもね、漏れにくくはなったと思うんですよ。ところがですね、ここも間が切れてるし、こっち側も同じところがやっぱりこれがついてるがためにパッキンがないんですよ。で、ここもなんとかしたいなと考えてるのと、それと閉めた時にね、ちょっと浮くようになっちゃったんですね。パッキン貼ってからね。これだけね。だから、このラッチ、これをもうちょっとね、こっち削って、外側に出してこようかなと思ってるんですよ。やっぱり水ってね、漏れると周りがね、腐っちゃったりするんで、一番重要な部分だなと思ってて、できるだけね、考えられることはやっておきたいなと思ってます。これがぴったり閉まることで、扉側のこのパッキンと、こっち側の内側のパッキンがね、密着するんで、より漏れにくくなるんですよね。それはやっときたいなと思うので、せっかくね、コーキングでもうつけちゃったんですけど、もう一回外してね、外側にずらしたいと思います。だいぶ分厚いね。もっと、これぐらい、もうちょっと真ん中辺が。だいたい感じやね。よし。そしたら、この穴をこっちにずらしましょう。これでね、削っていこうかな。丸いからね、あれがね。この奥が、もうちょっと四角く削れな。これの四角いやつどこ行ったかな。はい。角張ったやつありました。どこで使ってどこにしもたんかなと思ってね。これでいけるか。まだちょっと出っ張ったの。いけるか。いけるな。感じじゃないの。ちょっとこれコーキングついたのいっぺん剥がしていきましょうか。そしたら、ここちょっと塗装しときましょう。それとね、先日の動画で、ここがね、気になってた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。この垂れた後ね、これをなんとかしたいと思います。これね、気になりますよね。よし。こんなもんかな。ちょっと磨きますか。よし、400番。これぐらいでもう許してもらおうか。だいぶ分からへんでしょ。ポンドで光沢を出して。こんなもんでいかがでしょうか。さあ、そしたら、ラッチんとこ乾いたかな？電気が。これを今、はめてみました。どうかな？ここも垂れとうとかよきゃな。ちょっと上げたん、削りすぎた。これでどう？ぴったり収まるようになりました。やったね。完璧じゃねえ。そしたら、パッキンね、なんとかしましょう。これでね、こんだけ隙間ができたんで、こっちのパッキンがいけるんじゃないかな。端から端までいうか、上から下までね。そうすると、ここ、ほぼ漏れなくなりますよね。この、ちょっと余ってた分が届くんじゃねえ。いけるいけますね。上から下まで届くね。よし、張り替えよう。で、これは、また剥がしたやつね、別のとこ使います。
そしたらね、これ長い入れてないパッキンもね、あります。はい、パッキンの上からずーっと下までね、一本続きで貼りました。で、ラッチのところはこんな感じ。ちょっとここ当たるかもしんないですけどね。締めてみましょうか。いけるんじゃね？いけますね。うん、いけるわ。これでおそらく漏れないと思います。いい感じですね。はい、マルチルームね、扉も元通り戻りました。そして閉まりやすくなりましたね。パッキンの隙間もいい感じですね。まだもう一枚内側にね、パッキンつくんですけど、下のパイプの延長もできて、シンクもついて、シャワーもつきました。そして洗濯物ハンガーも戻りました。ガラリ、これね、今注文してるんで、来たら取り付けたいと思います。こっちの蓋はね、作らないとダメなんですけど、準備しております。材木、これとこれを足したらちょうどいいぐらいなんで、足して使います。1枚買ってくるとね、またタコつくんでね。これで、接着剤で、ちょっとね、反りがあったりするので、ランプで押さえましょう。はい、これでね、まっすぐ接着して、この板を使いたいと思います。もうね、材木高いからね。はい、このアルミ複合板とさっき接着した板を使ってマルチルームの棚の蓋を作っていきます。そして角をちょっと落としたいね。同じ大きさの角にするっても難しいな。サンダーでチュンチュンチュンと削っちゃうか。これ貼り付けて作った木ね、縁をカットしました。そしたらこれをこの板に貼り合わせて蓋にするんですけど、水が中に入らないようにここに溝掘ります。こっち側面やね、だからね。こっち側面のこの3歩。角やると一発やね。まあまあ、でも綺麗にできました。こうやって磨くしかないんか。で、だいたい綺麗に磨けましたね。で、これをここに取り付けるんですけどもや。で、ラッチ。ラッチはね、このマグネットラッチが余ってるんで、これをつけようかと思います。でもこの台座を作らんとダメなんですよ。これも、ここをね、水切りを下につけて5ミリ上がってるので、ラッチを5ミリ上げてつけんとダメですよね。そしたらね、扉の内側のね、この蝶つがいつけるとこね、蝶つがいつけるとこはないので、この木を切ってつけたいと思います。幅なんぼで切ったらいいんかな。30センチぐらいならいける。でね、下のラッチつけるとこは、こんな奥行きいらないんで、これでもいいぐらい。ちょっと薄い？もうちょっと高さが欲しいな。この高さぐらい欲しいんだな。じゃあ、もうしゃあないな。これを切るか。あ、これ長さ取って貼っといた方が段差ができて水が入らんでええんか。あと塗装か、全部。で、これはね、マルチルームの棚の蓋になる部分です。アルミ複合板。シャワールームの棚の蓋をこれで作ろうと思ってます。これを閉めておくだけだと、水が入ったりするのじゃないかなと思っ
ってたんで、中にこれを貼り付けようと思ってます。これはね、縁をこのように段差に加工しております。下につく側の上と左右はパネル側がへこんでます。そして下側だけ外側が出っ張ってるという形にしております。これはね、上から水滴が落ちてきても、違う上ね。で、これ側面。この落ちてきた水が中に入らないように、こういう形になっております。多分これでね、中には落ちてこないんじゃないかなと思います。もし、あれだったらちょっとここにね、パッキンを貼ろうかなと思って、こういう形にしました。で、これを貼り付けていくんですけど、全部枠13ミリぐらいで貼り付ければいいかな。そしたらこれを、一応ね、両面テープで貼り付けて、そして隙間はコーキングしとこうと思ってます。ただ今日も雨っすね。ほんまね、作業しようと思ったら雨ばっかりですわ。今週半分以上雨というか、1日は暴風だったんですけど、とても外で作業できるほどの天気ではなくて、風速30メートルぐらい、台風以上の風が吹いてました。で、お隣の農家さん、温室いうかビニールハウスね、半分破れてましたけど、もうえぐいっすね、最近風吹くって言ったら、テープが丸まっちゃって、切り落としておきましょう。こんな感じかな。はい、こんな感じです。そしたらこれね、コーキング巻いていこう。そしたらね、コーキングしていきましょう。これ指も入らへんな。ヘラの細いやつ取ってきました。これで隙間には水は入らないですね。でこれを蓋閉めると中には入りにくいという構造にしました。はい、そしたらこれ乾くのを待つ間にですね、このフックがこれでぴったり閉まったら中には入ってこないと思うんですね。24だから4センチセンターでいきましょうか。ですね。それでこれがついてたネジなんですけど、いけますね。表には出ね。これで棚の中に取り付けます。高さ大丈夫ね。で、ここつまみかなんか欲しいなと思うんですけど、いるかな？どうやろう？つまみが出とったら結構狭いからね、邪魔かもしんないんでね、取り付けてから考えようかなと思ってます。ラッチはね、これマグネットラッチつけようかなと思ってます。ギリギリにつけといていいと思います。あれ？これちょっと出るな、このネジ。このネジは違うぞ。もっと細いやつやね。もっと頭ちっちゃいやつじゃないとダメですね、これ。これは充電でいけるかな？いけますね。ちょっとビットがでも細い方やね。細い方のビット。出っ張らないね。大丈夫やね。そして、これを止めるネジは、なんかステンレスの絵のないかな。これでいけるかな。この後は縁ね、どうしようかな。このままで大丈夫かな。手切れへんかな。一応角はね、ちょっと削ってはおるんですけど、なんか濡れとったら手切りそうやな。これでも巻いとく？これね、一応こういう縁巻くやつなんですけど、これでも巻いとくか。これ、カーブんとこってどうやったらいい？カーブっても曲がらんかな。ちょっとやってみよう。ヒートガンね。いけそうやね。なんとか引っ張って回したら。よし。じゃあちょっとやってみようか。両面テープがついてるんだと思うんです、これ。多分。両面テープついてますね。じゃあこれで貼っていきましょう。下の真ん中から。
secret time that starts to flow. まあまあ、こんなもんで、どうでしょう。Dream I built with my own two hands. Now it's real. I'm on 微妙やな、調整が。難しいね。 Garo's bus shines under the sky, kicking up the wind. Let ちょっと直角がね、見当たらなかったので、 unfold the map. 手動のドライバー取ってきました。 What wonders lie ahead? Rolling my sweet home through cherry blossom covered roads, onward to the next great town. Let's enjoy the ride. あれ届かへん。 Inside my bus, もうちょっとこっち手前か。 cooking dinner in my handmade kitchen. もうちょっと手前に出さなあかんね。ちょっと後ろすぎたな。 Rock my ネジ打つ場所が。 glass of wine. The night is young. 入ったね。 Find the best local flavor. Taste the world one bite at a time. あ、ちょっとここ気づいてもた。 Rolling my ドリルでマジか。ちょっとね、ドライバーが当たって気づいたとこ、タッチアップしときまーす。 this journey never ends. せっかくなんでね、ネジの頭、ちょっと塗っときます。 Quiet village. Tea leaves scent the gentle breeze. Goro's bus slows down to rest. Embracing kindness, feeling at home. だいぶ目立たんようになったか。一回貼ったんですけど、うまくいかなくて、この両面テープを変えて貼り直したパッキンね、これ。これがすごいいい感じになりました。ここもね、引っかかるかなと思ったんですけど、うまいこと、こんな感じでね、こういう感じで、ちょっと待って、あ、これをつけるの忘れてんな。これね、これいらんちゃいらんねんけど、つけましょうか。せっかくあるからね。つけとくか。充電ドライバー取ってきます。もうちょっとここがね、なんか下にかませられたらいいんですけどね。なんか挟むもん。まあなんかまた考えましょうか。なんかいいのが見つかったら挟みましょう。そしたら、シャワー完成ということで、一回ね、シャワーを浴びてみたいと思います。ちょっとこの狭さでね、シャワーが浴びれるのかどうなのか。この髪の毛がね、流れるのを防止するために、これを買ったんですけど、どうもね、これ貼るとね、粘着の部分ですね。どないやねんっていう。まあ、とりあえず、ね、髪の毛流れたら、この部分で貼ってきます。これほんまは良くないですね。そしたら、ちょっとお湯、お湯出ますね。
あ、ちょっと熱い。もうちょっと眠ないで。もう扉のね、隙間から水が漏れないか。結構狭いんでね。蛇口のね、ここに手が当たっちゃいますね。もっと離れたところにつけたらよかったですね。大丈夫ですね。この狭いけどね、一応シャワー浴びることできますね。さっぱりします。ね、汗流すぐらいやったら全然問題ないですね。よかったよかった。はい。ちょっとファンはうるさいですけどね。扉のね、縁。扉の縁こんな感じ。で、ここね、下。ここの上はね、これ、今、このパッキンがあるので、ここについた水滴がここにつきましたけど、外には漏れてないですね。大丈夫ですね。この辺も全然濡れてないですね。いいんじゃないですか？水漏れは大丈夫なようです。これドア開けたらどうしても引きずってきちゃいますね、水滴をね。それはドア拭くしかない。でもまあそれ以外に水が出てくるということはなさそうですね。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。Something new's about to start beneath the sky.